この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。俺は時々悪夢を見る。腐った葉っぱとおでの混じったようなひどい匂いと、全身をプレス機にかけられたような凄まじい圧迫。鳴き声を上げる余裕もなく必死に酸素を求める。身動きができない。出口が見つからない。呼吸が止まる。強烈な死のイメージは火事に巻き込まれた時のものだろうか。だが奇妙なのは耳元でゴーッと激しく水の流れる音が聞こえることだった。その時エレベーターにでも乗せられたようなふわりとした浮遊感があった。唐突に白い光へ包まれ、2頭の獣が奇怪な金切り声を上げて全てをかき消した。俺の父と母だった。夢の中で2人は犬のように鼻が前へ突き出し、口は耳まで裂けていた。ピンクと緑の体毛を逆立てながら、鋭く尖った爪とよだれにまみれた牙で威嚇し合う。粘ついた唾液をまき散らし、二人がけたたましい叫び声を上げるたび、目がギラギラと不気味な赤い光を放って、狭い部屋の中で明滅するのだ。もともとうちは決して貧しい家庭などではなかった。だが両親は喧嘩が絶えず、獣が叫ぶように罵り合うのである。なんか子供からしたら親の喧嘩ってそういう風に見えるんかね。怖かった。最初に逃げ出したのは父だった。すると瞬く間に生活は貧しくなっていった。やがて母も時々しか帰ってきてくれなくなったのだ。1日3食だったのが1食になった。それが2日に1食、3日に1食、1週間に1食。インターバルはどんどん長くなっていった。飢餓。自分の爪を自分で食いちぎるほどの空腹は、俺の精神を激烈に侵食していった。部屋の中は幼児が乗り越えられないような柵で囲われ、逃げ出すことさえ叶わない。そして水道が止まった。幸い喉をかきむしる爪はもうなかった。深刻な渇きは絶望と虚空を幼い胸に刻みつけた。そこでついに病院へ運ばれることになった。ある日突然、知らない大人たちがたくさんやってきて、俺をそこへ運んでくれたのだ。こうして命の危機は去ったものの、俺は自宅ではなく救済院へ連れて行かれることになった。ここは俺の新しい家なのだと教えられた。あれ？火事は？あ、火事ってそういうことか。そういうことか、火事って。物理的な火災ではなく、心象風景的な火災ってこと？そうなのかな？だって、そうやろ。じゃあなんでおじさんは死んだ？そして目の前に餌が運ばれてきた。信じられないくらいいい匂いがしていたが、俺は手をつけなかった。大人たちはまだここに馴染めていないせいだと考えた。だが3日が過ぎる頃には、俺を見る目は異常なものに向けるそれに変わっていた。みんな知らないのだろうか。まだ待ては終わっていない。
お母さんがよしと言うまでどれだけお腹が空いていても餌を食べちゃいけないって。そういうこと変だよ。か。突然声をかけられた。食べてもいいんだよ。一緒に食べよ。俺は首を横に振った。何を言ってるんだろうと思った。そっか。その子は残念そうにしながらも、なぜか俺と一緒に待てを始めてしまったのである。餌を前にしたままじっと動かないのだ。その子のお腹の音だった。それから何度も何度もお腹が鳴った。1時間、2時間、3時間が経ち、その子はついに泣き出してしまったのである。お腹すいた。食べればいいじゃない。こちらもたまりかねて、声をかけていた。ほら、他のみんなはとっくに食べて、そうだ、みんなとっくに食べ終わって遊んでいるじゃないか。突然そのことに気がついた。ねえ、正隆くん。今日は、正隆くんと一緒に食べるって決めてたから、一緒に食べよう、正隆くん。正隆くんと一緒がいいよ。うん。その子のおかげで俺はようやく待てをやめることができたんだ。おいしいね。正隆くん、おいしいね。美鳩かのは初めて会った時からキラキラ輝くような女の子だった。この子だけは陰の子ではなかった。信心深い母親に連れられて、時々施しのためにやってくるお金持ちのお嬢様なのだ。感謝して忠誠を誓ったとでも思うか？俺はそんな玉じゃなかった。食べ物を得ること、お金を手に入れること、富も名声も他人から奪うものだ。持っているものから奪い取ればいい。それは世の常識よりずっと自然の摂理に近い考え方なのだ。ああ、かのちゃんと一緒だから美味しいよ。私も正隆くんと一緒だから美味しいよ。だから俺は彼女に優しくした。お金持ちのお嬢様ならきっと何でも持っているはずだから。いつか全てを奪うチャンスが来るはずだ。そうしてお金さえ手に入れればお母さんが僕を迎えに来てくれるかもしれない。あいつはひどい親だって？そんなことない。お金さえあればお腹いっぱい食べても叱られない。お金さえあれば元の優しいお母さんに戻ってくれる。わけもなく信じていた。わけもなく信じることができた。だって僕のお母さんなんだから。そう、世の中には助けられて感謝するどころか、かえって悪心を抱く者がいる。そんな奴は人間のクズだ。そんな奴は信用するべきじゃない。例えば、斉須正隆のようなろくでなしのことなど。炊飯器のタイマーが鳴って白米が炊き上がる。蓋を開けると白い湯気がふわりと香りを運んできた。炊きたてのツヤツヤした輝きが消えないうちに茶碗へよそい、焼き鮭をほぐした常備菜を、ちょんと乗せてやった。自家製の鮭フレークである。薄口醤油と酒、みりんで味をつけている。テーブルにはすでにソーセージ入りのスクランブルエッグとキャベツの千切り、味噌汁が並べられていた。
今時のフードプロセッサーは野菜を突っ込むと自動で千切りにしてくれるので実に便利だ。あと一品欲しいところだが、作り置きの酢の物で十分か。朝の食事としてはまあこんなものだろう。おい、正隆。だが我が家のお姫様は不満たっぷりに料理を睨みつけていた。どうやら味噌汁の具に文句があるらしい。なぜ人参を入れた？味噌汁に人参はダメだろう。栄養があるからだ。他にもささがきにしたごぼう、冷凍の里芋、干し椎茸は一晩かけて水で戻すと自然な味わいのいい出汁になる。それは味噌汁というよりなんか豚のない豚汁みたいなことやな。豚汁か知らんけど。うちでは基本和食しか作らない。それなら人参は OK か。俺は洋食が苦手だからだ。なのでメニューが被るのは仕方ないし、好き嫌いを言うのはやめてほしい。許さんぞ、正隆。お前が自分で処理をしろ。お前その服装水着だと思っとったら私服なんかてっきりこの格好でビーチボールとイルカを持っとったから、お前水着かと思ったら私服か。なのにあろうことか俺の湾へせっせと人参を移動させてきたのだ。陸は俺から見ても箸の握り方が不自然で、よくそれで物をつかめると感心してしまう。まったく朝の忙しい時間にめんどくさいことをするやつだ。好き嫌いは子供みたいだと思うけど、バカにしきったように鼻を鳴らしてくる。いいか、正隆。味覚は進化の過程で毒を見分けるために発達した機能なんだ。味が変だと感じるのは体に悪いからだ。良薬は口に逃がしって言うけど、揚げ足を取るな。これは薬ではなく食事だ。お前は私に毒を食べさせるつもりか？じゃあその体に悪いものを俺に処理させようっていうのか？人参でこんもり盛り上がった碗を眺めため息をつく。しょうがない。言い争うだけ時間の無駄だ。自分で処理した方が早いだろうと手を伸ばす。ダメだ、食べるな。は？寸前で味噌汁の碗を奪われたのだ。体に悪いと言っているだろ。大丈夫だ。俺はうまいと感じるから。大丈夫じゃない。正隆が体を壊したらどうする？涙目で睨みつけられる。さらに自分の碗へ人参を戻し始めてしまう。体に悪いんじゃないの？だから半分私が処理してやるんだ。感謝しろ。どうも自分でした言い逃れに自分で不安になってしまったらしい。つい微笑が漏れた。陸にも可愛らしいところがある。しかし鉢の持ち方はこれで合ってるんだろうか。俺も自信がなかった。養父もあまり気にする質では、気にするたちではなかったのか、注意されたことはない。かといって今更直すのもなんだか気遅れしてしまうのだ。そう、今更だ。今更自分自身を変えるなど、そう簡単にはできないのである。ところで正隆、今日はもう早く出なくていいのか？ああ、俺の役目はもう終わったんだ。教会からもお姫様からも呼び出しはない。だが陸には何事かあると嗅ぎ取られたらしい。何？無視して膝の上へ乗ってくる。なんだ、思ったよりは元気そうだな。わかるのか？そんなで。当然な。それくらいわかる。いつも乗っているからな。誰かに何かを言われたとしても、正隆の闘志はまだ萎えていないのだろう。手紙を書いてはどうだ？手紙って手で書くのか？そうだ。直接言いづらいことは手紙に書くといいらしい。テレビでそう言っていたぞ。しかもテレビ情報か。ネット情報より多少はマシというレベルだろう。正隆は口下手だからな。すぐ誤解されるのだ。まったく分かったようなことを。つい苦笑を漏らしてしまう。
だがその時、意外と自分が元気づけられていることにも気づいたのだ。エプロンを外し、ネクタイを隙間ができぬようにしっかりと締めると学校へ向かった。授業の用意は昨夜のうちに済ませてある。もっとも頭の中はすでに日常の習慣から切り離されつつあった。さて、アーデルハイトが本国でどういう立場にあり、どういう陰謀に巻き込まれていようともだ。俺はすでに関係がない。教会にとっても学園にとってもむしろ厄介事でしかないだろう。王女様、本人からも拒絶されている。毒出なしのサイス正隆なら無視を決め込む。その方が苦労はないのだから。だがお人よしの、サイス利成ならどうか。通学路の途中に架けられた大橋を視界に捉え、ふと振り返ってしまう。ここは下町と山の手を隔て、同時に繋いでもいる。そしてすでに消失したものの、かつて俺が暮らしていたマンションもこの近くにあったのだ。あれ、悪夢は結局どうなったんだろう。あれは現実と空想がごっちゃになったのかな。アーデルハイトは、利成と会いに来た。ならこれはあの人がやり残した仕事ではないか？俺が死なせてしまったあの人が。何より俺は利成のことを知りたいと思ってきた。アーデルハイトは生前のあの人を知る数少ない人間だ。そしてこの機会を逃せば異国のお姫様とは二度とお近づきになれないだろう。あいつに近づこうと思ったのも最初からそれが動機だったはずだ。媚びを打ってでも取り入るのはむしろ俺らしいやり方じゃないか。だったら何の遠慮がいる？何よりここでケツをまくるなんざどうも気に入らない。はあ。そう、気に入らない。俺を誘い出し、俺の目の前で俺が護衛する王女様に失態を演じさせようとした。どんな目的があろうと知ったことか。気に入らない連中の気に入らない計画を叩き潰してやりたい。急に性格変わったな。理由はそれだけで十分じゃないか？むしろお人よしにはふさわしくない。これはもうろくでなしにこそふさわしい仕事ではないか。だがまだわからないことも多い。アーデルハイトの付き人の中に裏切り者がいるのはほぼ間違いない。王族はスキャンダルを嫌う。カルトと接触させ、スキャンダルのネタを作ろうとしたのも動かぬ事実だろう。しかしどうも動機がわからない。下手をすれば国家間の問題へ発展してしまう。日本のように関係の浅い第三国を舞台にすれば必要以上に傷が深くならずに済むと考えたのか？第一第二の継承権の持っとる奴らが何かトラブルがあったってこと？違うよな。だとしても相応の動機がなければ費用対効果が悪すぎるのである。ファンダメンタリストなんてのが絡んできたせいでそちらにばかり意識が向いていた。だがベルクシュトラーセ公国のそばにこそ事情があると側にこそ事情があると考えるべきだろう。とはいえアーデルハイトは所詮第三王女に過ぎない。第三というのは、王位継承権の順位を指すなら上にはまだ1位と2位がいるのだ。しかもそれは現女王の長男と次男と聞いている。ここまでしてアーデルハイトなんかを蹴り落とす意味があるのか？情報が足りていない？いや、もっと根本的なところで思い違いをしている。そんな気配を感じるのだ。ベルクシュトラーセ公国、王族の娘、世界有数の金持ち、カルト、フェミニズムの否定。初の女王、継承問題、社会のシステムとしての宗教、留学、婿探し。利成、ギフト、会いに来た。なぜ？いや、誰をだ？そうだ。
あの人のギフトを目当てにしていたなら、白か黒か。判断してもらいたい相手がいたことになる。サイス、あんたね、昨日勝手にサイス？おそらくこれは正しい。むしろ他に考えようがないくらいだ。ならそれは誰か。王族の留学は婿探し。婿として適正な相手を判断してもらう。いや、違う。それなら同じヨーロッパへ留学する。王族の結婚は今でも外交行事なのだ。より好みをできるとは限らない。そもそもそれなら、年なりに連絡して呼び出すだけでいい。なぜそれをしない？できなかった？ちょっと、聞いてるのサイス？サイス？くそ。は？繋がらない。思考の経路がどこかでずれている。出発点は間違ってないはず。その手応えがある。確かに。俺もこのゲームをプレイし始めてから何かがずれとるよ。何かがハマらないよ。一緒に頑張ろうぜ。でもどこに問題があるんだ。おはよう、正隆くん。昨日はありがとうね。一緒に来てくれて嬉しかったな。ええ。一旦思考の角度を変えよう。でもね、本当はね、あの後みんなで写真を撮りたかったんだけどね。ええ。ファンダメンタリストはなぜアーデルハイトへ近づこうとした？ただのファンがサインをねだりに来たなんてオチはありえない。無償の善意を表す強く輝く白い羽を見たのだ。お羽さんやあーちゃんにもお願いして、みんなで撮れないかな。もちろん、正隆くんも一緒にだよ。ええ。ファンダメンタリストは善意を持っていた。だからその善意を利用されていた。こう考えるのが一番しっくりくる。問題は善意の内容だが。本当に正隆くんも一緒に写ってくれるの？やええ。写真スキャンダル。ったね。後でカメラマンのつもりだったとかはなしだよ。正隆くん、あんまり一緒に写ってくれないから。あのお嬢様。カノのこと。今日のプール、勉強を頑張った自分へのご褒美なんて言ってたけど、きっと、また縁談を持ち込まれてる。その線ありえる？縁談？その線ありえる？いやー、関係ない。あのお嬢様なら心配いらない。彼女なら断り続けている。婿探しなど、断り続けている。正隆くんと一緒。正隆くんと一緒。嬉しいなー。ねえ、正隆くん。今日は、正隆くんと一緒に食べるって決めてたから。また関係ないことを思い出す。決めていた？何を言っている？決まってないから次から次へと縁談が舞い込んできて。今度は何？あんた大丈夫なの？思わず頭を抱える。わしわしと乱暴に髪の毛をかき混ぜてしまう。まさかそういうことだったのか。いや、ありえるのか。何か考え中だった？冷静にもう一度検証してみる。だがやはりそうだ。それなら全てに説明がついてしまう。あのお嬢様。またどこかの名家から縁談が来てるんですか？大丈夫だよ。いつものことだから。いつもより少しだけ無理をした笑顔だった。それはお嬢様が受けるまで断っても続くだけなのでは？かえって自由を制限されてしまうことの方が多いのではないですか？まあ、そ
そうかもね。受けたら受けたで大変そうだけどね。ちょっと、あんたね。やはり俺はひどい思い込みをしていた。もっとシンプルに考えるべきだった。だからアーデルハイドは日本に来れた。いや、婿探しと受け取られるヨーロッパへは留学させられなかった。是が非でも弱みを握りたいと思う者がいても何ら不思議ではない。むしろ身の回りから確実に信用できるような者はいなくなり、個人を呼び出すことさえできず、直接会いに来るしかなかったのだ。生きているか死んでいるか、その程度のことさえ事前に調べるのをためらわれるくらい。あいつは本国で孤立しているのだ。サイズ無視しないで。どこ行くつもり？アーデルハイドのところだ。けど、もうチャイム鳴っちゃうよ。わかっている。だが、証拠がいる。そしてそれをつかむには相応の覚悟もいる。そっか。よくわかんないけど、正隆くんなら、きっと何とかしてあげられるよ。頑張って。ええ、行ってきます。まったく、この人はどこまで買ってくれているのか。俺もまた曖昧なままうなずくと、あとはもう力の限り駆け出していた。なんなのよ、あいつ。また。時坂直はこらえきれずに毒づいていた。ナナちゃん、いいんだよ。よくないよ。何か一人で抱え込んで何にも説明しないで。あれじゃ、カノに縁談を受けろって言ってるみたい。ありがとう。でも、ナナちゃん。だからよくない。カノの気持ち全然考えないで。あんなのってない。勝手に帰ったり、他の女の子ばっかり気にしたり、カノに謝りもしない。カノに冷たい。私、あいつのこと大嫌い。ナナちゃん。親友の瞳が悲しげな色になっていた。いや、途中からその色がどんどん深くなっていくのに気づいていた。それでも止められなかったのだ。正隆くんってね、本当は優しい人なんだよ。どこが？わからないから。私はちっちゃい頃、すごく泣き虫だったんだ。お腹が空いただけでも泣いちゃうくらい。あの時も多分、私が泣かないでいいように自分の中の決まりを破ってくれたんだよ。何のこと？とにかく、それからね、正隆くんは私が泣いてると必ずやってきて、いつの間にかそばにいてくれた。いつも誰よりも最初に気づいてくれる人なんだ。多分誰が泣いていてもそうしちゃう人なの。自分ではそれに気づいてないんだ。気づかないくらい当たり前にそうしちゃう。それくらい優しい人なんだよ。あとね、私には守護天使様がついてるから、どんな時も大丈夫って、そう教えてくれたのも正隆くんなんだよ。だから今でも信じてる。私には守護天使様がついてるって。カノは両手で大切に胸へしまい込むようにする。それから少し申し訳なさそうに、けど切なる願いであるようにこう言うのだ。正隆くんのこと、あんまり悪く言わないであげてほしいな。カノ。